こんにちは、アカデミアの富谷です。今日はサロンポピュラーベーシック17になります。今回は U 字ラインのアウトライン、重めのセミロングカット方法を動画にしてみました。レイヤーをつけない毛艶を意識したアウトライン重め U 字ラインのカット方法です。基本のセミロングレイヤーですが、未だに人気のスタイルでもあります。特に左右の長さが合わないなど、この動画を見ていただくと正確にカットできるようになります。こちらの動画は YouTube で世界各国の言語に切り替えてみることができます。では早速動画をご覧ください。まずブロッキングですが、目尻の上がったラインから綺麗なカーブを描き、斜めでバックは U 字ラインにブロッキングラインを取ります。ポイントは切りたいアウトラインと同じにカーブラインを斜めスライスでブロッキングラインに取ることです。ブロッキングの目的は切りやすくすることとヘアスタイルの目安にすることです。ここではアウトラインの目安になるようにスライスラインを取ります。ブロッキングができましたらバックセンター部分中心部を三つ襟の中間ぐらいに分け取ります。この部分は直線にカットします。この元になるガイドができましたらバックサイドのカットの仕方はブロッキングラインと同じ形になるようにカットしていきます。もちろん反対側も同じようにカットします。慣れている人は角度をイメージして左右対称にしたりいろいろな方法はありますが、慣れればどちらでも構いません。しかしブロッキングラインと同じようにカットするだけですので、こちらは簡単だと思います。バックセクションが綺麗な丸みにカットすることができました。フロントサイドもバックでカットしたラインの流れとブロッキングラインを目安にアウトラインをカットします。反対サイドも同じようにバックのカットラインとフロントサイドのブロッキングラインを目安にカットしていきます。そうするとフロントで両サイドチェックしてみますが、左右対称に正確に切れていることがわかります。次にトップ部分をセンターで分けカットします。今度は下にガイドができていますので、ガイドに合わせてカットしていきます。きれいに放射状に溶かしてガイドに合わせてカットします。反対サイドも同じようにカットを進めます。フロントサイドも同じようにカットしていきます。フロント部分で両サイドのカットされた紙を引き出し、長さを合わせ左右対称にします。次にバックセンターで分け、紙をフロント方向に溶かします。前頭部と後頭部を分け、耳の中心部の紙に向かってダウンシェイプで斜めにカットします。ここも前方方向に毛束を引かずにカットするのは、毛先を重たくするためにあまり段差がつかないようにこのようにカットします。それでもおでこの部分は球体ですので、毛先は不揃いになります。
この程度の重ためのサイドにします。次にバックセンターで分け、前方方向に紙を溶かしてくると三つ襟のところの紙が出てきますので、その部分を修正カットします。これでお客様がバッグの紙を前方方向に持ってきても変な紙は出てきません。両サイドチェックカットします。ウェットでのカットの終了になります。ではドライヤーで乾かします。はい、ドライヤーでの乾かしが終了しました。次にアウトラインをチョップカットしてソフトにします。このウィッグの場合すでに毛先が薄いので必要ない感じですが、毛先の厚みをソフトにするチョップカットをバックセンターから数ブロックに取りチョップカットします。フロントサイドもチョップカットします。アウトラインができましたら中間部の毛量調節を行います。そぎの深掘り、そぎの種類と考えなければいけないこと前編で検証をやりましたが、よかったらリンクを貼っておきますので見てください。今回は中間部を縦スライスに取り、同じような位置からセニングレイヤーを入れていきます。こうすることで骨格に合った柔らかなくぼみが出てきます。毛艶を保つために入れるのは中間部だけです。もちろん反対バックサイドもハサミの入れる角度を同じにしながら入れていきます。
このように綺麗なくぼみができました。次に鉢回りの紙が多いようですので、セリングレイヤーに入れていきます。こちら側も同じように入れていきます。バックセンターから紙を前方向に溶かし、毛先にそぎを入れていきます。ドライでのそぎの終了です。次にアイロンを使って仕上げていきます。ドライヤーで細かい紙を取り除いてから、バッグはアイロンを使って毛先中心にハンカールをつけていきます。縦スライスで毛先中心にハンカールをつけていきます。フロントサイドはやや前方方向に毛束を引き、縦ロールになるようにアイロンをかけます。トップに少しボリュームが出るように少量の毛束を取り、根元にアイロンをかけます。このように部分的に取り、根元にアイロンをかけます。分け目が見えづらいようにセンターでギザギザに取り仕上げていきます。できましたら軽くワックスをつけて仕上げます。
このように毛流れを見ながら立体感をつけて終了になります。仕上がりです。はい、仕上がりです。はい、では図解で再確認してみましょう。まずブロッキングです。ブロッキングは B のアウトラインをどのような形に切りたいかによって A のブロッキングラインを取ります。ブロッキングはこのように下側の紙をカットできる範囲で多めに残します。A のブロッキングは B のアウトラインの形に取ります。バックセンター中心部を三つ襟の範囲以内で毛束を縦スライスに取り、垂直にシェイプして直角にカットします。その後、バックサイドは上のブロッキングラインと平行にこのようにカットしていき、反対バックサイドも同じようにカットして、綺麗なカーブラインにカットできたか確認後、フロントサイドをカットします。フロントサイドは後ろのカットラインと上のブロッキングラインを目安にカットします。反対サイドも同じようにカットすると左右の誤差が少なくカットできます。一応左右対称かどうか確認後、前髪をセンターで合わせて左右対称にカットします。次にトップ部分の毛束を放射状にきれいに溶かして下のガイドに合わせてカットしていきます。この図のように下をガイドにカットします。アウトラインができましたら前頭部と後頭部を分けて耳の付け根の紙をガイドにフロントの毛束をダウンシェイプしてハサミに角度をつけて切り上げます。この時に毛束の毛流れに対してハサミの入れた角度を覚えておき、反対サイドも同じようにカットして左右対称にします。もう一度バックセンターから紙を顔方向に溶かし、変に出てきた紙をチェックカットします。もう一度全体のアウトラインの形をチェックします。綺麗なラウンドの形にカットすることができました。その後ドライカットします。このウィッグの場合は毛先はすでに薄いのであまり必要ないのですが、ワンレングスに切られたアウトラインをチョップカットでソフトなラインに仕上げます。バックセンターを何ブロックかに分けチョップカットします。アウトライン全体をチョップカットでソフトにします。顔正面の紙もチョップカットをします。チョップカットが終わりましたらバック中間部にそぎを入れます。ここではそぎ深掘り、そぎの種類と考えなければならないこと、前編で実験した通り、縦スライスでレイヤーの角度にセニングしていきます。入れる位置は毛の長さに対して同じような位置から入れて毛先に向かってセニングします。反対バックサイドもハサミの入れる角度を同じようにして縦スライスで入れていきます。こうすることで毛艶を保ち、綺麗な頭の形に沿ったシルエットになります。顔正面のギザギザの部分もそぎを入れていきます。はい、カットの図解説明は以上になります。セミロングの基本でもあり、今でも人気のサロンスタイルです。レイヤーをつけたくないお客様、しかも同じセミロングでも少し柔らかさが欲しいなどの要望に応えたヘアスタイルになります。はい、今回は以上になります。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。また概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらご覧ください。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。